はいどうも、かがやんです。今回久々の車の動画です。動画の内容は DC5、EP3 などの2代目タイプ R のシビックのストラットの車庫調交換になります。まずこの足回りの交換で有名なのがタイロットの万歳になります。車庫調などで車高を下げていくとサスペンションとつながったタイロットが上に上がり万歳した状態になります。万歳状態になってしまうとアライメント変化が起きてしまい、等変化、キャンバーは調整式のものであれば大丈夫ですが、センターのズレなどでまともに走ることができません。車高にそこまでこだわりがないのであれば純正形状のサスペンションまたはノーマルで良いのですが、やはりたまには足回り触りたくなりますよね。万歳対策の車高変化にはいろいろ対策があり、自分が用意できる環境や資金と相談してみてください。まずはショートタイロット。ショートタイロットはキャンバーをつけていくと塔の調整に限界が来るので、そこでショートタイロットに交換したりします。他にもタイロットのブッシュがついている方のタイロットエンドの逆差し、それ以外にサスペンション本体のタイロット対策品、こんな感じで2センチ以上下げたいとかキャンバーつけてベッタベタにしたいとかであれば、逆差しやショート加工など合わせて使用してみてください。今回はサスペンション本体のタイロット対策品のみの交換になります。ちなみに素人整備なのであくまでも参考程度にお願いします。作業は1人なので動画はかなり緩くカットされています。はい、まずはリア周りの交換です。まずは内装を剥がしていきたいと思います。この辺のアイテムはホームセンターで売ってるので見つけてください。ここでリアがむき出しになったら、ここで緩めておくのはこのボルト2本になります。リアはそんなに外すところはありません。リア周りはこのようにジャッキで上げて馬をかけます。昔 FC に乗ってる時にオイルパンにかけてオイルパンちょっとへこましたことがあります。すいません、ここは動画で撮りきれなかったんですけど、リアの車高を下げていくとキャンバーがつきすぎてしまうので、キャンバー調整キットというのが売っています。ここを交換します。はい、ちなみに純正のリアのサスペンションが取れた状態の画像になります。本当に動画で一人で撮るのは難しいです。ちなみに工具はこの部分は17です。で、上の部分が14になります。で、ここの部分がめちゃくちゃ硬いので時間がかかりました。多分 2,30 分もっとかかったかもしれないです。こちらが今回交換するエンドレスのジルファンクションの車庫調になります。今まで JIC やテインは使ったことがあってもなかなかこんな高価な車庫調は使ったことがないので結構楽しみです。ただ取り付けた後のアライメントも心配です。リアの車庫調の交換はここまでで、苦労した点といえば、17mm のボルトを抜くところと、これも入れるときに車庫調と穴を合わせるので割とちょっと手間取りました。作業していたのは午後の1時ぐらいだったので暑すぎて熱中症になりそうだったので一旦やめました。そして一度休憩をしてフロントの作業に取り掛かります。その前にタワーバーを外しておいて作業をなるべく早めに終わらせようと思いました。ちなみに純正のホイールとタイヤは今寝かせてあって、これはなんとなくドレスアップ目的で買いました。
こちらがタイロットを取るタイロットエンドプーラーの工具になります。このようにブッシュのところに爪をかけて、ナットのところにかけてテンションかけて外していきます。その時にかなり大きくガコンという感じで壊れたような感じがするんですが、壊れてないので安心してください。こちらは稀にタイロットエンドのボールジョイントのネジ部とナットが一緒に共回りしちゃってナットが外れない状況になる時があるんですけど、このようにタイロットエンドプーラーを逆にして固定させるとナットを回しやすくなります。これはまっちゃったんですけど、ネットで僕見つけました。ここの足の部分のナットもめっちゃんこ硬いので、しかも下の方とか作業しづらいのでめっちゃんこ硬いので、長めのメガネとか用意しておいた方がいいと思います。サスペンションを取り外すときはドライブシャフト抜けがあるので、必ず下にジャッキか車載ジャッキでもいいのでかましておいて落ちないようにしてください。